初サイブリアね、パワフルな方なんかもいますが、このね彫刻を見ただけでバルセロナのビールみたいで木をねイメージして、スペインチュロスがとても有名なのでいただいていこうと思います。空手ダンスをするっていう約束をなんかしたんだよね。ああいうところにはねプールがあるんですね。青空広がってます。皆さん初フラメンコでございます。決済がねなぜか2回来てて、またね。翌日、はい、皆さんおはようございます。翌日朝10時です。10時半からねサグラダ・ファミリアのね入場門、通れるみたいなんで、10時半に向かってね今、歩いてってるというような感じです。なんかねホームページ見たところ、毎週日曜日は9時から10時までの1時間ミサが行われてるんだって。だから今多分そのミサが行われてるから、通常入場は9時かららしいんだけど、なんか10時半みたいですね。今ちょうど10時ぐらいだけど、そんなにお店が開いてるっていうイメージはないかな。日曜日は結構お休みのところがね多いみたい。マーケットなんかはね週末にやってたりっていうことが今まで多かったけど、ここのバルセロナのマーケットは日曜日にお休みだったりだとかっていうような感じで、意外と日曜日はみんなお休みするっていう習慣がついてるのかな。とりあえずね、ここまっすぐ行ってねサグラダ・ファミリア向かっていきたいと思います。はいはい、今ねちょうどね、サグラダ・ファミリアの前に着きました。ここがね、一般の入場口になります。サグラダ・ファミリアね、未完の世界遺産としてね世界遺産に登録されてるんですが、未だ未完というような感じで、予定だと2026年に完成するみたいなんですよ。あ、イヤホンはちゃんと持ってきました。はい、なんかガイドをね聞くためには自分でねイヤホンを持参しないといけないみたいなんで、アプリもダウンロードしてあるんで自分で聞くっていうような感じなんですが、サグラダ・ファミリアってちゃんとね、意味があるみたいで、カタルーニャ語でね聖家族っていう意味があるみたいなんです。イエス・キリストと、あと聖母マリア、あと養父のヨセフ、3人に捧げられた教会となっています。でね、ガウディが、生きてる間に手掛けたのってたった4分の1なんだって。で今ねガウディが亡くなってから、4分の3をね進行中進めてるというような感じになります。でここのサグラダ・ファミリアにはね3つのサファードっていうのが存在するんですね。誕生のサファード、受難のサファード、栄光のサファードの3つが存在するんですよ。でここのね今私が入る誕生のサファードはイエス・キリストの人生が分かるって言われてるみたいで、石の聖書と言われてるみたいです。3つの門があって、左側から希望の門、慈悲の門、信仰の門っていう風にね、1個2個3個っていう風に門が分かれてるんですよ。はい、でねちょっとした豆知識なんですが、これね地上から見てこの彫刻の大きさが全部均等に見えるように、上に向かってね彫刻の大きさが大きく彫られてるみたいなんですよ。でもう一つ豆知識、なぜかね天井本当の上の方まで彫刻を施したみたいなんですね。で聞かれたんです、なんで人が見ない上のね頂点の方まで彫刻をしたのかと、なんで彫ったんですかっていう風に聞いたら、天使が見てるからって答えたらって。そんな感じじゃあもうね、5分前っていうような感じなんで、このなんかよくわかんないセキュリティの人にね、バーコードを見せて入場していきたいと思います。はいはい、今ね入場しました。アプリにねいろんな言語が付属してて、今ちょっと私聞いてるんだけど iPhone 別に消してもオーディオガイドずっと続いて聞こえます。すごいすんなり入ってきやすい。であなたもサグラダ・ファミリアの一員ですって言われました。こういう感じでねアプリで回廊とかについてのオーディオガイドがちゃんとあるんですね。でこれに沿ってこれを聞きながら散策することができるような感じになってます。すごい人、今日日曜日だからやっぱすごい人です。でこの周りにはねほらこういう感じで模型があるんですね。結構周り見てるとねみんなほらイヤホンを持ってない方が多いので、もしもしスタイルなんで、やっぱりねイヤホンは持ってこないと片手が塞がっちゃうような感じになると思います。はい、これがね生誕のファサードっていうらしい。私ずっとごめんなさい、誕生のファサードって言ったけどこれ生誕のファサードでした。あれが聖ヨセフ、右側が聖母マリア、中央がイエス・キリストに捧げられている門になってるみたいです。中央の門が一番高くなっていて、その上を見るとね縦に伸びる糸杉が見つかりますって。これは生命と木って言われてるんだって。なんか私がオーディオガイドみたいになってるんだけど、今ね私ここの生誕のファサードの、結構目の前のね近くまで来てるんですが、一つ一つね彫刻に意味があるみたいなんで、それをね見ていこうと思います。はい、この左側からね希望の門、慈悲の門、信仰の門っていう風になってるんだけど、あれあるでしょ、あれねエジプトの逃避行を表した彫刻になってるらしい。今画面中央のね彫刻で、今この中心にある彫刻はイエスの祖父母を表してるみたいです。であれが幼児虐殺を表している彫刻になってます。
はい、今ね、左の希望の門見たんですが、この中央のね慈悲の門、見てみます。さっきねちょっと遠くからだから彫刻がちょっと見にくかったんだけど、これだね、このね今画面中央にあるのが受胎告知の彫刻です。で今この画面中央にあるのがイエスの誕生を表している彫刻だと思います。はい、でね、右側の信仰の門も見てみたいと思います。はい、これですね、今右側の信仰の門来たんですが、これ上から下に見ていくとイエスが生まれてから初めて寺院に連れてかれて神様に披露されている彫刻になってるみたいです。でおそらくね、これ今私の指の先にある彫刻が、教会に連れて行かれたイエスだと思います。で今このね画面の中央にあるこれが12歳のイエスです。12歳のイエスには見えませんが、で今ねこの画面の中央にあるのが仕事中のイエスです。多分あれがねおそらく、大工さんだったお父さんの職場に連れてかれたイエスを、施されてるんだと思います。はい、このような感じでねちゃんと一個一個にね意味があって、石の聖書と言われる、はい、のが分かります。このね彫刻を見ただけで聖書を読んだ気になれそうです。でここのね、門123ってあるんですが、このファサードのね両端にはああいう感じでねまだ建物が続いてるんですね。であっちはね回廊になってるみたいです。で今からねちょっと中に入ってそっちの回廊の方も見ていきたいと思います。はい、おそらくねここから右側の回廊が見えるんだと思います。あ、おー、こんなんなってんだ。これがね回廊なんだって。ここはロザリオの回廊っていう名前の回廊らしい。聖母マリアに捧げられている回廊みたいです。ここはロザリオの聖母像があるらしくて、聖女ドミニコと聖女カタリナの彫刻があるんだって。木製の扉の両側にも預言者たちの彫刻がされていると、オーディオガイドが言っています。あ、これ全部バラの花のレリーフなんだって。はい、今度中央の扉から行きます。はい、今ねちょうど門の目の前にいるんですが、ここの誕生のファサードにはねこういう植物の装飾が施された門があるんですが、これはね数年前に取り付けられたみたいで、この彫刻がね日本人の外越郎によって施された、彫刻になるみたいです。でよく見ればね結構リアルなカブトムシがいたりとかテントウムシがいたりとかクモがいたりだとかっていうような感じで、いろんなね昆虫だとかいろんな植物がいます。はい、すごい。ほいでは早速ね、オーディオガイドに従ってね入っていこうと思います。入ります。内部結構オーディオガイド本当分かりやすいね。あんまりなんか期待してなかったけど、そうそう、一応ねここは神聖な場なので帽子はダメです。あとはもう露出を避けたね服装でサグラダ・ファミリア来るときは服装守って訪れるようにしてください。あーららら、すごい。内部はね、ガウディが森のようにね彫刻したみたい。これが全部木をねイメージして作ってるみたいで、上がね枝になっていてそれが開いて天井に届いているというような感じです。はい、でここの聖堂のね周辺にはこういうちょっと赤みを帯びた柱、一番大きな柱が1本2本3本4本っていう感じで立ってるんですね。でこれはねハンガンっていう柱みたいです。一番しっかりした柱になってるみたいです。はい、それでねこのハンガンのこの柱のちょうどね上の方にこういうちょっとシンボルが見えるじゃないですか。でこれ何かっていうと、4人の福音使に捧げられているみたいです。マルコを表す獅子、マタイの天使、ルカのお牛、そしてヨハネのワシを表すシンボルをあそこにねつけちゃったんだと思います。見てるとねステンドガラスオレンジだとか黄色だとかちょっとあったかい感じの色、こういうのはね夕方とかにね綺麗に光を取り込むらしいんですよ。で向こうのちょっと青とか緑とかちょっと寒そうな色、こういうね青系の色は朝とかの光を取り込みやすいステンドガラスになってるみたいです。だからね方角によってこういうステンドガラスの色とかも変わってるみたいで、いろいろ本当に考えられてるなっていうのが分かりますね。
皆さんほらこうやって写真を撮っている。はい、ここがねサグラダ・ファミリアの工事終了後にバジリカ教会堂への門になるみたいなんですけれども、これ何が書いてあるかっていうとね、この中央の大きな文字は祈りを捧げてるみたいなんですね。でその周りのすごい細かい文字が見えるんだけど、あれは他の50言語で祈りを捧げる文字があるみたいです。で今ちょっと日本語を探してみたんだけど、皆さん分かりますでしょうか？はい、日本語ね、上部の、はい、あそこら辺にね日本語で書かれてる文字が見つかりました。おそらく我らの父って書いてあります。はい、今ね1階からね地下の礼拝堂が見れるんですね。でこれは、ガウディがまだ生前生きている頃に、唯一完成を見ることができた地下の礼拝堂になってます。でここまで2005年に世界遺産に登録されてます。でガウディは、ここに眠っていると言われています。多くの人がねここで今お祈りをしているというような感じになっています。そして、今からですね受難のファサードをね見に行きたいと思います。外出てきたけどこっちもやっぱすごい人。はい、さっきね私は向こうの方の扉から入ってきたんだけど、内部を通って今反対側の扉に来たというような感じで、ここがね受難のファサードと言われているファサードになります。両端の扉にはねぎっしりと文字が書かれているんですが、あれはね受難の具体的な出来事を語っていると言ってます、オーディオガイドが。今現在私が見てるのがね受難のファサードになるんですが、ここはね1936年から1939年の3年間スペイン内戦があったんですね。でその時にサグラダ・ファミリアこれ全焼してしまったんですよ。で、ガウディが残した設計図とかっていうのが消えてしまったんですね。なんですがガウディの代わりにねジョゼップ・マリア・スクラビズでしたっけっていう方が、ガウディの代わりに設計に携わったんです。こうガウディの建築様式って結構ボタニカルな感じだとかが多いと思うんですが、これはもうただの直線っていうような感じで一目瞭然、ガウディの建築様式とは全く異なるような感じになっています。でこれらのレリーフっていうか、彫刻にはねユダの接吻だとか、あとは最後の晩餐、ピラテ、ベロニカとか様々な意味合いのある彫刻がされてあるというような感じです。はい、でねあそこのマス目、数字が書いてあるマス目があると思うんですが、あそこはね縦を足しても、横を足しても同じ数字になるんですね。で皆さんあそこの数字何になりますか？そうです、33です。で33っていうのはね、生きた年数っていう感じで33歳を表す33になってるみたいです。はい。はい、受難のファサードはね、このような感じでした。で右側、あれがねレンガ造りの独立した建物なんですけれども、あれがねサグラダ・ファミリア教会の学校なんだってでちなみにあそこはね、スマホを向けると拡張現実っていう感じでモバイルでね上の細部まで見ることができます。はいとまあね、このような感じでした。結構ね音声ガイド、私ああいうのは初めてだったの。日本人ガイドとかつけなくてもオーディオガイドさえあれば全然ゆっくり回れる、結構分かりやすいなという感じでした。で最後ねオーディオガイドの人が言ってたのが一番大事なこと、これはキリスト信仰を意味する石に書かれた聖書ですよ、それを忘れないでくださいねっていう風に言ってました。ここの近くにねなんかミュージアムがあるんだって。だからそのミュージアムをちょっと見てから帰ろうかなと思います。はい、ちなみにねサグラダ・ファミリアにはねこういう感じでお手洗いがねあります。で無料みたいです、聞いてみたところ。一応ねお手洗い、近い方はね、安心しても大丈夫そうです。
出てきました。すごかった。やっぱ神聖な場だからね、すごい落ち着いた感じで観光してきましたが、嬉しいことにね、今日ね初めて晴れ間が見えてます。太陽、今日はねもともと晴れる予定だったので今日だけ観光しようかななんて思ってたんですが、本当に今日ねちゃんと晴れてる。15度なんだけど、ああいうタンクトップのお姉さんなんかもいてね、すごいパワフルな方なんかもいますが、基本ちょっと肌寒いかなっていうような感じです。とりあえずお腹が空いたので、お昼ご飯を食べに行きたいと思います。ここら辺歩いてて、なんかあそこ人気そうだな、ローカルっぽいなっていうところに入っていきたいと思います。はいはい、今ねレストラン行ってないです。やっぱ日曜日のお昼時だから結構な人がいるんですね。あんまりカメラを回しにくい感じだったので、今日天気いいからね、ここら辺でそうやって食べようと思います。今買ったのはね 0.7 ユーロのこのチーズフォカッチャみたいなパンと、これめっちゃ安かったから生ハム1ユーロの生ハムと、あと 2.39 ユーロ、見たことないパッケージで可愛かったから、はい、これ買いました。あんまこういうの食べないんだけどね。でこれコーラもどきみたいな 0.5 ユーロで買いました。そうそう、私やりたかったのがさ、このフォカッチャのパンにこの生ハムを挟むっていうのをやりたかったんですよ。これまずこう開けまして、はい、生ハムをふんだんに入れます。はい、生ハム入れます。これでね生ハムパンができるわけです。これいただきます。いただきます。乾杯。コカ・コーラ系じゃないんだけど全然味一緒です。普通に美味しい。じゃあちょっと私お手製生ハムパン。カフェで食べるより美味しい。チーズのパンに生ハム合わないわけない。バルセロナのベンチでお手製安上がりパン。そうそう、今現在の時刻が多分14時半とかなんですけど、なんとね今日ね17時からフラメンコ予約しました。2時間くらいしたらね向かおうかなと思うんで、2時間くらいねここでバルセロナのね風景を眺めながら、ゆっくりしたいと思います。じゃあゆっくりします。またね。今ねちょうど16時半です。30分前っていう感じなんでね、シアターの方行ってみたいと思います。多分ここかな。はい、17時からのやつ予約してて、25ユーロの、ね席を私は予約してます。この普通のやつ。はい、これでね入っていきたいと思います。はい、今回私ねネットのゲットユアガイドのアプリの方から公園のね席予約してます。はい、私初フラメンコでございます。事前に確認しといたんだけど動画撮影 OK みたいです。中ね入っていきたいと思います。はい、今私ね C 席にいるんですが、多分前がね VIP の人たちで、今ねこの柵を境に、C 席って感じなんだけど、ちょっとね一段上に上がってる感じなんで、全然人の頭で見えなくなるとかっていうことはなさそうです。はい、めっちゃ見やすい。
ね出てきました。フラメンコすごかったですね。感激感激。私さフラメンコの教室あったらね行きたかったの。調べてみたところフラメンコの開演前の30分コースレッスンみたいなのがあったんだけど、3月からのねレッスンしかなくて、で今月はなかったんですよ。2月下旬なんだけど、習いたかったなと思ってたけど、無理私これ習おうと思ってたのと思ってあれ見てて、床掃除とか服しかなかったなと思いましたって思っちゃうぐらいフラメンコすごかった。初めてでした。見たことないからさちょっと勘違いしてたんだけど、男性と女性なんか踊り方とかも違くて、なんかもういかにジタバタするかみたいな、平然とした顔でジタバタしたもん勝ちみたいなダンスでしたね。はい、私結構ね好きでね、今現在の時刻がね18時ちょい過ぎなんですよ。今日結構晴れてるからね日が落ちてないです。何日ぶりですかっていうような青空広がってます。皆さんもう18時ハンガリーだったらね結構暗くなってたなと思うんですが、はい、今結構まだこんな感じで明るいです。とりあえずねフラメンコスペイン来たら絶対に見てください。おすすめです。とりあえず飲み行きます。今歩いてたらスペインに、はい、無印ありました。はい、無印。今ね歩いててね、前回ね一番最初にねパエリアを食べたお店、桜田タパスっていうお店にまた来ました。前回ねここのお店ね結構良かったんで、今回もねここで食べたいと思います。前回見た時確かねここにサングリアあったと思うんで飲んでいきたいと思います。じゃあちょっとねサングリア、スペイン初サングリアね、なんかフルーツとかいろいろ入ってます。いただきます。めっちゃ飲みやすい、ジュースみたい。はい、今ねやっとね、ブラックライス届きました。じゃじゃん、本当に漆黒。これなんだろうね、マヨネーズみたいなソースがあって、あとの具材は前回と一緒でムール貝とかエビとか、貝とかが入っててっていう感じになってます。ちょっとねワクワク。はい、これサングリアと一緒にねいただいていこうと思います。いただきます。スプーンがないな。はい、それでちょっと漆黒のはるかちゃんじゃないけどいただきます。やばい、味でも前回とそんな変わらないかもしれない。これ何なんだろうね、この白いソース。ちょっといただきます。辛いサワーソースみたいな感じ。結構わさびみたいなツーンとする感じがある。これをかけて食べるのかな。ちょっとねサワーが効いた鼻にツンとくるようなイカスミパスタみたいな。ムール貝いただきます。みんな見てる。ぶっちゃけね普通のパエリアとこのパエリアの違いが分かりません。はい、ってな感じで、サングリアとね、イカスミパエリアね一緒にね、ゆっくり食べていきます。はい、ごちそうさまでした。これめちゃめちゃ美味しかったです。で殻もねだしにしてお味噌汁にしたいぐらい美味しかった。でサングリアはねまだちょっと残ってるのでゆっくり飲みたいと思います。はい、ごちそうさまでした。今ちょっと危なかったんだけどね、決済がねなぜか2回来てて、明細見てたまたま気づいたというような感じですね。とりあえずね、OK です。めちゃめちゃ美味しかったですっていう感じで、今回はねもう家に帰ろうと思うので、また明日カメラ回します。それではまた明日。翌日はマークと一緒にね、街を散策してます。いろいろね案内してもらってます。わここもオリンピックで使われたサッカー場みたいです。はい、今ね、マルクにねとっておきのね、スポットに連れてきてもらったんですよ。そこからの景色がやばい。じゃじゃーん、こんな感じでねちょっと高台の方まで今車で連れてきてもらったんですが、レストランみたいになってて、その周りがねこのような感じでねもうバルセロナ一望できるよっていうようなスポットになってます。で今ちょうどね画面の中心にあるのがね、これがサグラダ・ファミリアですね。昨日行ったサグラダ・ファミリアがあんなにちっちゃく見えますが、一望できるこの大絶景の中でもやっぱひときわ目立つ建物、サグラダ・ファミリアで、見た感じ結構ね現地人なのかなっていう人が多くて、中心地から結構離れてるところなので観光名所っていう感じじゃないですね。ここはもともとねオリンピックでも使われてたプールみたいです。そう、ああいうところにはねプールがあるんですね。はい、オリンピックとかでねなんか関わってたプールみたいなんだけど、今はね、バーになってます。はい、こういう感じのねバーになってます。はい、今ねマルクがビールをご馳走してくれました。これねバルセロナのビールみたいで、モーリッツっていうね美味しいビールみたいです。いただきます。
どちょっとフルーティーな感じで飲みやすい、美味しいです。わー、はい、今ねこれいただきました。これ 6.5 でビールが 3.5 っていうような感じです。チキンのねホットサンドとこれもチキンのホットサンドって感じですね。すごいボリューム。いただきます。バルセロナって一番うまい。今ねさっき言ったムンジックのところから有名な、港のところにね連れてきてもらいました。あそこはね有名な橋になってるみたいです。で向こうなんかにはケーブルカーがあったりとかっていう感じですね。はい、ここも意外とね観光客なのかなっていう人がたくさんいます。ちょっとねチカチカしちゃうんですが、今ね、チュロスを私忘れてたの。スペインチュロスがとても有名なのでチュロスをね食べに来ました。でね今回マルクのおすすめの結構ね昔からあるお店に連れてきてもらいました。お店の名前はねグランジャラパラ1947年からありますよっていうようなところになります。でねこっちのチュロスの言い方はチュロスっていうんだって。はい、5ピースでねチョコレートをかけてもらいます。ああやってチョコレート別でかけてくれるんだ。おおすごい量。1個6ユーロですね。ユーロ？ユーロ、イエス。こういう時はねユーロを選んでください。いらっしゃい。ありがとうございます。ジャパニーズでありがとうございますって言ってくださいました。こうやってねつけて食べるらしいです。はい、このような感じでチュロスつけます。熱い熱い熱い。ほいでは初チュロスいただきます。結構ビターです。チョコレートはあんまり甘くないですね。で揚げてるからサックサクって感じです。5ピースで6ユーロでチョコレートこんなにふんだんにつけてくれる、チョコレート好きにはたまらないなっていうような感じです。チュロス食べたい方はねぜひあそこのちょっと伝統的なお店行ってみてください。翌日、はい皆さんおはようございます。今現在ね6時半です。本日バルセロナ6日目というような感じで、これからねスペインからモロッコに行きたいと思うので、これからね空港に行きたいと思います。6時半だけどまだね2月下旬はちょっと肌寒いので日はまだ全然上がる気配ないですね。着いた。今ね空港に到着しました。で今ね私の目の前すごいもう日も上がって、はいこのような感じでねなんか向こうにライアンエアーがあったりだとかっていうような感じで、はいここからね私はモロッコに旅立つようです。で空港に着いて私1個だけあらかしに気づきました。私ね前回のライブでねサグラダ・ファミリアの前で空手ダンスをするっていう約束をなんかしたんだよね。忘れました、ごめんなさい。というわけで今背景にサグラダ・ファミリアを添えていきたいと思います。イエイというような感じでだいぶね、いい感じに決まったんじゃないかなと思うので、ここら辺でバルセロナ編も締めたいと思います。何ですかこれ、今回はねマルクがね、止めさせてくれたっていうのもあってバルセロナすごいね充実しました。人気な観光スポット以外にも地元の人の目を通してそのローカルなエリアに行けたりだとかっていうような感じで全然退屈しなかったです。結構ね自分が思ってた以上に充実した旅になりました。スペインでね、一番人気な観光スポットといえばもうサグラダ・ファミリア完成する前に見ることができて、ガウディやっぱすごいなーっていうような感じでしたね。はい、少しでもね、バルセロナいいなと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次のモロッコ編でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。